Ladies and gentlemen、 今年3月、秋葉原である日本一を決める熱き戦いが。ヘブンズゲート所属バーニャエンジェルスマイル萌えかわいいクイーンコンテスト。これは店舗数日本一を誇るメイドカフェグループメイドリーミンが主催する550人以上のメイドからナンバーワンを決める大会で、その対決方法は生ビールさん2つでお間違いないですか？大丈夫です。はい、お待たせしました。はい、でもちょっとはいにゃ。量が少ないんだけどこっちに比べて。申し訳ないです。ここで試しややこしいお客さんを相手にいかにメイドらしく振る舞えるかの対応力を競うアドリブ接客バトル。優勝すれば1年間お店の広告塔となり、オリジナルグッズも販売されるメイドにとって最高の栄誉。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。調査するのはよしです。お願いします。やっぱりいいですね。外は孤独な時のうち家に引きこもってるとダメです。キャンディーエッジミルキーさん。キャンディーさんといえば大好きなアニメキャンディーキャンディーを広めるため90年代の原宿に女装して通う姿が話題となった名物おじさん。やってきたのはメイドリーミン秋葉原ヘブンズゲート。お客さんがいっぱいですね。初心者です。何をすればよろしいのでございましょう。メイドちゃん呼ぶときは可愛くお手手もつけてニャンニャンでお願いします。にゃんにゃんで。バッチリです。うわ、いえ。こうやってやっとね来てくれるそうです。昔はライターに火つけたんだけどね、あっち見てね。知らないな。お店のルールを学んだところで店内へ。こんにちは。可愛い。可愛い。外国人ですね。大会を見守るためファンのお客さんですでに満席。中には外国人も。いやコーラとオムライス。どうだしまって。まあこれオムライスになります。ここにマーニャがケチャップでお絵かきしていくんです。まあへのもへじで。初めて書くにゃ。若い人は知らないよね。まあブラボーです。ありがとうございます。みんなで美味しくなるおまじないを見ていこうと思います。はい、美味しくなれ。おいもいもい逃げたかみさんがこれぐらいサービスしてくれたら絶対話せなかったのにね。すると突然ステージではライブがスタート。実は今秋葉原のメイドカフェではライブショーも行うのがトレンドと、ここでキャンディーさんがあることに気づく。あとさ、衣装がちょっと違う子、衣装も明らかに違う子がいるんだよ。よーく見てみると確かにメイドの服が違う。実はこのお店には厳しいヒエラルキーが存在。研修生からスタートして能力が上がるとランクアップ。ランクによって衣装と時給が上がっていき、その頂点は全550人中わずか11人しかいないレジェンドメイド。今大会には全世界20店舗の中から選抜されたレジェンドメイド6人が出場。そのため会場には熱狂的なファンも。
ウレレちゃんっていう子がいて、まあ応援しようと思って来てます。やっぱ盛り上げたものの方が目立つかなと思ってもう枯れちゃいましたもうすでに。さらにこの大会では私はかぐやちゃんを推してます買ったものが全部飾られる。あれっていくらぐらいですか？あれは6万リーミンです6万リーミン日々節約して応援グッズを購入すると推しメイドの審査ポイントに加算されるシステム。ごひいき誰なんですか？ごひいきいないっす。いないの？誰が押すってあるじゃない。まあ欲張り全部？もうそしてついに萌えかわいいクイーンコンテスト開催いたします。萌えかわいいクイーンコンテストがスタート。大会で行われるのはややこしいお客さんを相手にしたアドリブ接客バトル。まずはメイド歴8年前回優勝者のチユの挑戦で、相手はセクハラをしてくる客。メイド本人は何をしてくるのか一切知らされていないが、果たしてようこそにゃー。初めてにゃんにゃんですか？今日初めてなんですよ。ようこそにゃー。嬉しい。こっちはね TikTok でなるほど、ありがとうございます。ご主人様たちお待たせいたしました。生ビールです。失礼いたします。はにょん。いやなんかもうそういうのいいから。あれなんだっけ、ちゆちゃんだっけ？はにゃん。なんかゆうちゃん可愛いよね。ありがとにゃん、よく言われます。なんかせっかくだからね、なんかちょっと隣に座って3人で飲みたいですね。メイドカフェでは隣に座ることは法律違反。世界観を崩さずどう対処するのかが優勝への鍵となる。なんかせっかくだからね、なんかちょっと隣に座って3人で飲みたいですね。恥ずかしいにゃん。ね、椅子持ってくるから。恥ずかしいにゃん。夢の国の椅子はですね、メイドちゃんが座るとお尻やけどしちゃう魔法がかかってるんです。おー、なるほどね。そうなんです。よっ。はい、以上でお時間となります。次でありがとうございました。判定は観客とグループの役員たちによるポイント制。世界観や問題解決力、オリジナリティなど細かく8項目に分けられ厳しくチェック。私少し舐めてかかってたんだけど、若い頃のこの熱気ってやっぱり感動だよね。続いて登場したのははい、ヘブンズゲートマーニャです。よろしくお願いいたします。ヘブンズゲート所属メイド歴1年半のマーニャ VS 全く喋らないお客さん。はいよ。もうさっきからずっと喋ってないじゃん。メイドカフェ初めてなのよ。そうなんだからもうだいぶ緊張も合わせて全然喋んないでしょ。さね、おまじないも全然してくれなくて、ちょっとなんかうまく萌え度がちょっと足りないにゃん。そっかそっか。でもご主人様なんかがたいよろしくないですか？鍛えてらっしゃったりするんですか？あ、そうなんだ。ちょっと筋肉見せてもらっていいですか？ムキー。あ、こっちもムキー。前に持ってきて。はい、にゃんにゃん。にゃんにゃん、かわいい。すごいにゃん。すごい笑った笑った。だいぶ変わったね。よかったらまたぜひ。はい、以上で終了になります。本当に何ですかね、もう変幻自在のトーク力と世界観でお客様を引き込むいい演技だったのかなと思います。ありがとうございます。一見ふざけた大会にも見えるが、全部飛んじゃう、全部飛んじゃう。年に一度のナンバーワンを決める大会とあって出番前のメイドさんたちは極度の緊張状態。はい、マネージャー代理ウルレお給仕審査お願いします。それではコンテストスタートです。よろしくお願いいたします。いっぱいなんか面白いこととか、楽しませることできますよって言ったら、何ができる？じゃあ3人でやりましょう、一緒に。こうだよ、こう。こうね。賢い、かわいい、あやめしかバッチリめっちゃかわいいよ。ほら、スマイル。ね、ちょっとね笑ってきて、ね。かわいい。やっぱ実はね、めちゃめちゃかわ
緊張もしたと思うんですけども、これお客様にあんまりその背中を見せたりとかあんまり良くないと思うので、顔を正面で見えるような形にしてやっていただけたらなお良かったかなと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは皆様、厳しい意見だけど、お願いいたします。私もついつい本気でムキになっちゃいました。ここで、ソースビームシュ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 、もっともっともっと、はいストップ、ありがとうございます。こうして全メイドがアドリブ接客を終え結果発表へ。果たして日本一の称号は誰の手に。優勝はかぐや。優勝はメイド歴3年半で副店長、新宿東口店所属のかぐやさん。優勝の決め手となったのは。じゃあそれでは皆さんも一緒にお願いします。せーの、パン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 、セクシービーからの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 場を盛り上げる雰囲気作りとパフォーマンス力。すごい皆さんね、真剣で真面目に、これはお茶らせてられないなという、本当その気になったよ。感動するよ。皆さんもメイドカフェに行ってみては。ときめく時を TBS